はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回の台所革命の方はこちら。はい、爆速オニオンソテーということでね、こちらなんですけども、以前やりました。せーの、ドン。はい。以前やりましたね。こちらのオニオンソテーの、番外編になります。番外編にはなるんですけども、今回はこれにアルカリを絡めてお話を進めていきたいなと思いますので、まずはね、早速作り方の方からお見せして、その後専門的なお話をさせていただけたらなと思います。では早速、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、こちら玉ねぎとバター。玉ねぎが350、バターが 10g。以前のね、動画と同じ条件で用意しました。ではまずバターを溶かしまして、そこに玉ねぎを放り込みます。では、ここからタイマーを押して時間を計っていきましょう。では、スタートです。で、まずここでね、軽く、玉ねぎ全体に油を絡めていきます。そこで 0.1% の重曹を入れていきます。350に対して 0.1% ですので 0.35g の重曹を今この中に入れました。では炒めていきます。さあ、すぐねもう変化が現れてきました。こう水分がねまだ1分なのに、もうダクダク出始めています。そしてもう2分経った頃にはもうかなりの水分量が出てますよね。でもう炒めていくというよりかはかなり崩れてきているのはなんとなく見てわかりますかね。4分経った頃にはもうここまでの状態になっています。さあ7分半、もうほぼペースト状になっちゃってはいるんですけども、ここまで変化が激しく動いています。さあ9分経過でもう色もねしっかりつき始めて、10分経ったところでオニオンソテーしっかり飴色になりました。こんな感じですね。もはやソテーというよりかはピューレになってますよね。はい、ではね、ちょっと面白い実験したいなと思います。では同じような条件で、まず始めます。でまずバターをしっかり絡めて、そこに重曹を入れていくんですけども、じゃあもうそれだったらさ、もういっぱい入れちゃおうよ、こういう風な感じのことをやってしまう方いらっしゃると思うんですよね。それをやるとどうなるのかお見せします。ということで、約10倍、それでも 3.5g ですよね、入れました。はい、 3.5g の重曹、はい、こうなります。さあこれどれぐらい経ってると思いますでしょうか。なんとですね、まだ時間経過1分半でこの状態になってしまいます。そして4分経った頃にはもう色がしっかりねつき始めてきてるんですね。そしてもうここまで水分も飛んでます。さあ6分半です。もうここまで来ちゃってます。ものすごいスピードで、このね、オニオンソテーが動いていて、もう8分経ったらもう完全に出来上がってます。はい、こういう風にね、量を多くしてしまうとこういう風にはなるんですが、実は味的にはもう石鹸のような味がしてしまいます。これはアルカリ重曹をですね多く入れてしまうと出てしまうこうね要因だったりします。ですので、少ない量でやるってところですね。でこれ以前にやりました通常のソテーで22分、そして分離法でやった15分のものですね。で22分のものは通常の、ソテーになりますが、15分の方は、こちらね、やはり、こう通常にやったものと比べて、繊維が間違いなく潰れてますので、ちょっとね食味のところで食感がちょっと違いますよっていうところでご説明したのはことがありますよね。
こちらが通常のね、オニオンソテーになります。で、こちらが分離法でね、やった時のオニオンソテー、15分ですね。ではなぜ、こちらね、重曹を入れるとピューレ状になってしまうのか、詳しくご説明したいなと思います。はい、ちょっとね、驚かせてしまったかなとは思うんですけども、ここからは皆さんへの緊急ミッションという形でね、ちょっとご紹介したいなと思います。今ね、お見せしているのは、なんてことない黒ごまですね。で、黒ごまと言いますと、皮にね、ものすごいえぐみだったりとか渋みだったりとか苦みを持っている食材になります。でそれらは甘くすることでマスキングすることができるっていうのが世界共通認識だったりしますね。ではここから私からの皆さんへの挑戦状です。こちらのスープ、私が作った黒ごまのスープです。こちらの黒ごまのスープ、苦みもえぐみも渋みも一切ありません。そして色も真っ黒に保ってごまの風味もしっかりあります。pHのロジックをきちんと理解できると、こういった下処理ができるようになります。このロジック分かった方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。お待ちしております。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。爆速オニオンソテーでございますが、どちらかというとね、オニオンソテーというよりかは、もはやもうオニオンピューレ、みたいなね、感じにはなっていましたけども、こちら、なぜ番外編として、ご紹介しているかというと、あまりですね、こちらのやり方というのは、ご家庭向きではないっていうのと、あと、厨房でも使いづらいっていうところがあったりします。じゃあ、こういう技術ってどこで使っているものなんですかというと、食品工業の方の世界ではこういったやり方をするっていうところでご紹介の一つとして、このアルカリ性の特性をお見せするっていうところで、今回ねご紹介させていただきました。ではね、ここからは専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、ではね、なぜあそこまで爆速で、色がつくのかっていうところのロジックのご説明をする前にですね、一旦このオニオンソテーっていうのはどういうものか、まずね、こういう形で、せーの、ドン。はい。まずこちらをちょっと流れを理解した上で、ロジックの方を話しようかなとは思ってるんですけども、まず通常なら、じわじわね、水分が抜けるのを待つのに数分待っていただいて、で、その後、じわじわ糖が分解されていって、いくのにまたここで数分時間がかかります。で、高温になっていって、ようやくアミノ酸と糖が結びついていって色がついていく、メイラード反応ってやつなんですけども、この流れが通常の流れです。ただ、今回この重曹を入れるっていうこの1、2、3番のこのね、流れをですね、数分の間にすっ飛ばすっていう、ほぼ2分以内にすっ飛ばしていくっていうこのやり方になっていきますね。では、詳しいロジックの方をお話ししたいと思います。はい、まずね、最初に、1番目なんですけども、アミノ酸がアクティブ状態になるっていうところですね。こちらなんですけども、ちょっとマニアックな話させてもらうんですけども、生の玉ねぎが、弱酸性なんですけども、このアミノ酸の中にですね、多くの水素イオンを抱え込んで、ガードされている状態になってます。この状態ですと、この糖とは非常に結びつきづらいっていうところなんですよね。で、そこをですね、アルカリ性に傾けると、このアミノ酸から水素イオンが引き剥がされるんですね。そうすると、その状態になると、糖のね、結合の邪魔者がいなくなるので、いつでもね、糖と結合できるぜっていう超アクティブ状態に、生まれ変わるっていうところなんですよね。強制的に変身するっていうところになります。2番目のね、この結合相手の還元糖が激増するっていうところなんですけども、当然このアルカリ環境に変わったっていうことで、糖の分解、剥き出し化っていうものがですね、劇的に加速されていくんですよね。そうするとアミノ酸と反応していって、フライパンの中でもううわーっとね、溢れ返るような状態になるっていうことです。そして、3番目、このね、水分が秒速で消えていくってことなんですよね。で、水分が、当然ある状態、もうダックダクの状態あったと思うんですけども、あの状態っていうの
なフライパンでは、当然100度以下のところでキープでブレーキがかかってる状態なんですけども、当然面の広いフライパンで火入れてってますので、もう水分がどんどん消えていくんですよね。で、そうなっていくと、当然100度を超えて、メーラードが反応していく、140度から160度帯の最適ゾーンに突入していっていくっていうところですよね。この1、2、3のこの流れがたった2分間で一気に起こるっていうことなので、ものすごいスピードで色がついていくっていうロジックになります。はい、ではね、まず、次のお話として、前回ね、お見せしたプロの、オニオンソテーのやり方っていうところでお見せして、まず通常のやり方、こちらですね、22分。そして、このね、分離技法の方でやった方はだいたい15分。これもやり方を変えれば12分ぐらいまで短縮できますよっていうお話はしたと思うんですけども、ここは、当然この分離法でやった時の弱点としては、繊維が丸くなって、角が丸くなって、口当たりの食感が犠牲になるので、ここは取捨選択してくださいねっていうお話をしたと思います。ただ、今回なぜこのやり方をあの時に伝えなかったのかっていうのは、これがあくまで食品工業的向きであるっていうところがあって、で、かつですね、もう全く物性がちょっと違ってくるっていうところがあるんですよね。もう見た感じわかる通りに、ピューレ状になってしまっているっていうところになりますので、そうなってくると、もう完全に繊維が完全に溶け落ちちゃってますので、食べる食感を残したい、場合は、もうこの技法は絶対に使えないですし、使うとするのであれば、オニオングラタンスープの、ベースのところにしていただいたりとか、カレーのベースにしたりとかっていうところで、ここが最初からもう玉ねぎが溶けていても問題ないっていうところで使うのであれば、特に問題はないっていうところではあります。が、まだこの話には続きがあります。では、問題はですね、ここで、実はですね、ここで皆さん、前回は、酸性の方のお話をしました。で、今回は、アルカリ性のお話をしています。で、この時に、酸性に振るということは、単純に酸を加えていくので、皆さん身近なところで言えばお酢。で、アルカリ性の方に振るといえば、身近なところで言えば、食品用の重曹というところで、今回はご紹介させていただいておりますけども、これは結構単純な話ではなくて、お酢の場合は実は熱によって熱分解したり揮発するっていう特性がありますので、ずっと煮続けていてもその酸性濃度がずっと高酸性濃度で、保っているっていうことではなくて、だんだんその数値が落ちていくわけですよね。なんですが、この重曹アルカリに振る場合は、これはですね、このアルカリの濃度が当然、今回、この玉ねぎを炒めてみていただいて分かったと思うんですけども、ギューッとかなりの量、かさが減ってると思います。ですが、逆にアルカリ性の濃度は上がっていってるんですよね。っていうのは当然、この、炭酸水素ですよね。炭酸水素ナトリウム、重曹なんかっていうのは、熱分解していくっていうものではないので、なぜ、この重曹を使うときに超微量なのかって言われるのは、ここに理由があったりするんですよね。ではね、ここをちょっとずつ、詳しくご紹介したいなと思うんですけども、多分おそらく、この時に、じゃあどうやってこのアルカリ自体を暴走を止めればいいんだっていうところになってくるんですよね。で、ここで、すごい単純な話ではあるんですけども、単純に酸を加えればいいっていう話なんですよね。中性に持っていくっていうことです。で、その時に、例えば白ワインだったり、バルサミコ、そして、レモン汁なんかをね、加えていくことで、このね、中和していって、アルカリの暴走を止めるっていう技があります。今回、オニオンソテーですので、オニオンソテーとして使うだけっていう考えれば、特に、ストップさせるところはなかったんですけども、例えばカレーで使うっていうんであれば、私だったら若干のバルサミコを少し入れて、一回ここで、暴走を止めて中和させていくっていうやり方をとってっていうところですね。ここからはね、実際にじゃあアルカリ性に振っ
たことっていうのはどういう分野で使われているんですかっていうところで言うと、どちらかというと食品工業の方ではよく使われている手法だったりはするんですよね。で、それをですね、じゃあ皆さんに分かりやすくどういうふうにやっているのか、ちょっとね、さらっとだけね、ちょっとお話しさせていただきます。せーの、ドンということでね。まず一つ目、パサつく鶏胸肉の保水力を上げていくっていうところですね。これは鶏胸肉の重量に対してですね、あるパーセンテージの重曹をアルカリに振ってあげると、これがですね、タンパク質が緩んでいって水分を含むことができるんですね。で、その水分をですね、例えば水ではなくて、この時に、例えばチキンブイヨンのような、噛んだ時にジューシー感を感じるもの、これを含ませてあげることでできているのが今の食品物流の方で流れている唐揚げとかがそういった作り方をしています。はい。で、次がこのね、ステーキ肉を柔らかくさせるなんて方法はよくね聞いたりはすると思うんですけども、ここに関してはどちらかというとよく聞く話ではあるんですけども、重曹を使うよりかはどちらかというと食材の消化酵素を使った方が現在の方では美味しくいけますよねっていうところですね。有名なところで言えば、舞茸ですよね。舞茸がやっぱり一番やっぱりこの安い赤身肉を柔らかくさせるには一番ベストとよく言われてますね。はい。で、冷凍エビですね。3番目、冷凍エビをですね、これプリプリ食感にするっていうところはもうこれもね、すごい有名なんですけども、実はこのエビに関しては、酸性に振っても、このアルカリ性に振っても、どっちにしてもプリプリにはなるんですけども、この時にですね、要は保水力の問題であって、このね、噛んだ時に弾けるようなプリプリ食感っていうのは、酸性に振ってもアルカリ性に振ってもどっちでもなります。で、やっぱり世の中的にはほとんどがこのアルカリ性にはなってくるんですけども、この時にですね、やっぱりそのアルカリ性独自のやっぱりちょっとこの石鹸のような、おそらく、厨房の方々だったらわかると思うんですけども、このプリプリエビを触って、最初パックから開けた時に、ちょっと泡立ちますよね。あれが、要は石鹸化してるっていうか、石鹸のような感触あると思うんですけども、あれをですね、どうやって取るかっていう話になった時に、最初塩で揉んであげてください。で、塩で揉んで、それを流した後に片栗粉をいって、で、最後に、それでもまだ、そのエビの、海鮮の匂いが強いなとか、いうのであれば、お酒を使って、匂い消しをしてあげると、ほぼ間違いなくこの順番でいけば、このエビの方は、非常にいい状態のプリプリ食感を保って、匂いのね、ないエビで楽しむことができます。はい。で、次4番目、エビじゃないですね。この大豆ですよね。大豆とか豆類のこの時間を短縮するっていうやり方ですよね。これももう単純に豆の皮を柔らかくしていって、一気に中までね、お湯が浸透するためのこの技っていうところで、これは黒豆なんかっていうのは結構ご家庭でもやられている技だったりとかするかなっていうところですね。そして、5番目、緑色の野菜ですね。これですよね。ほうれん草、ブロッコリーの鮮烈な色止めをするっていうところで、これがですね、クロロフィルとアルカリが反応してですね、クロロフィリンっていう、安定した緑色の物質に変化するんですよ、これが。ですので、これをしてあげると、すごい綺麗な色にはなるっていうところで、あるんですけども、ここでアルカリ性の振り方が非常に難しいんですね。ですので、これはあんまりご家庭とか、あと、厨房ではおすすめしません。普通に、やっぱり塩と、冷水でキュッと締めるとかっていうやり方の方が、現場では一番やりやすいかなと思います。どちらかというと、これはもう本当に緻密な計算ができる、食品工業の分類の世界かなと思います。はい。そしてですね、トマトソースですね。トマトソースの角の酸味を一瞬で消すことができるっていうところで、この重曹をね、本当に少しです。本当の少し入れて、入れると、このね、トマトが持ってるこの酸と中和されて劇的にマイルドになるんですよね。これは、我々料理人だと、砂糖を足していくっていうことがあります。これは、単純にやっぱり、糖を加えていって、このね、旨味に変えていくっていうやり方もあるので、我々としてはそちらの方がいいんですけども、食品工業の、世界になってくると、やっぱり量が量になってくるので、
こういったね、技を使って酸味のあるところを、こう角を丸くさせるために、こうやってね、アルカリ性に振るなんていうことはやったりとかします。はい。これ結構意外と、びっくりする内容かなとは思ってします。はい。で、あと、唐揚げ、また唐揚げになっちゃうんですけども、唐揚げの衣にもですね、結構この重曹を、あるパーセンテージ入れると、揚げた時に、この二酸化炭素が発生して、衣のね、ところにこう、無数の空洞ができるので、ミクロの空洞なんですけども、これがですね、冷めてもカリカリっとしたクリスピー食感があるよっていうところで、結構これもご活用されている技術だったりしますよね。で、あと、びっくりしてほしくはないんですけども、ちょっと驚いちゃうかなと思うんですけども、オムレツとかですね、スクランブルエッグとかにもですね、ちょっとだけ入れて、混ぜて焼くと、これがですね、二酸化炭素の泡がぐわーっとこう膨らんできて、で、こう卵のタンパク質でこう閉じ込められて、こうふわっふわな食感になります。おそらくこれ、食べたことある方はかなり多いと思います。はい。はい、そういうことです。はい。これ以上はやめときます。ということで、最後にね、イカの天ぷらですね。冷凍食品とかにあるようなイカの天ぷらにも実は重曹水、アルカリ水使われてるってところなんですけども、これ皆さんの食味の方にはあまり直接関係はないんですけども、ラインの、工業ラインのところで、イカのね、表面にある薄い皮が残ってるとですね、揚げてる時に、薄い皮とその身の中からこうね、空気がブワーってなって蒸気が溜まってバーンって爆発するんですよ。で、これが非常に危ないっていうところで、じゃあそれをアルカリ水につけて、このね、表面の薄い皮をこう剥ぎ切れない場合は、この少しこうつけてあげると、この、皮が分解されて柔らかくなるっていうところで、揚げた際にですね、この爆発するのを防ぐことができるっていうところの、やり方として、工業ラインのところではこういった技術を使ったりとかっていうところはありますね。はい。そういったところで、アルカリ性に振るっていうところは結構、ご家庭とか、我々料理人のところでこうやってね、意図的にこう重曹を使ったりとか、アルカリにこう振るっていうところは、なかなかね、こうパッと思いつくっていうところはないとは思うんですけども、実は日本のね、食品工業のところでは、こういったところでよく使われてますよっていうところのご紹介でございました。はい。はい、今回はね、皆さんに緊急ミッションとしてね、黒ごまを使ったスープの謎かけを投げかけさせていただきました。で、黒ごまっていう食材自体、はですね、皮の周りとか内部にですね、強い、苦味とかえぐみを持っています。で、それがありますので、この黒ごまを使った料理、ごま全般に言えることなんですけども、その苦味を隠すためにですね、この甘くしてですね、仕上げるのが、世界共通の認識だったりします。ですけども、今回作った私のこの黒ごまのスープ、えぐみも苦みも一切ありません。はい。それですけども、なぜかこのね、黒ごまの美しい色も保ちながら、豊かな風味だけがこのダイレクトに残って、こうね、上品に楽しめるっていうようなスープに仕上げています。で、この時にですね、もちろんこう黒豆みたいな黒い食材は一切入れていません。これは黒ごまと普通の牛乳のみで作っているスープになります。で、こういう風にね、前回と今回みたいにこう酸性、アルカリ性、このペーハーのロジックを極めると、ここまで完璧なこの下処理ができるようになるっていうところの集大成の一つでもあったりします。で、このメカニズムを再現できるのは間違いなく世界で私一人だと自負しております。で、このね、ごまの下処理に関しては間違いなく私は自分自身では世界トップレベルだとも思っています。で、そこで皆さんに挑戦状を叩きつけたっていうところですね。ではなぜ苦味が消えるのか、どうやって色と風味を残しているのか、理由が分かった方、ぜひコメント欄で教えてください。で、これなんですけども、答えが当たっていても、コメント欄ですぐに正解は明かしません。で、これはね、一つのイベントとして楽しみたいなと思っておりますので、このチャンネルの登録者が1万人を突破した記念の時に、全てを明かす、この正解動画を公開します。で、その時に、いや、でもなかなかこれちょっとわかんねえよと思うと、あると思いますので、ヒントを一つ出しておきます。このスープは中性です。はい。変態料理好きの方、食品研究者の方ね、そして、食品メーカーの開発担当者の方、もうこれはね、料理人 VTuber 高見人からの挑戦状だと思ってください。知識と経験に自信のある方はね、ぜひこの謎解きにかかってきてください。もちろんね、この正解動画の中で皆様のね、コメントを一部切り抜いてご紹介等もさせていただきたいなっていうことも考えてます。
で、もしね、もう皆さんからの面白い考察、本当にね、楽しみにしてますので、コメント欄の方に、どしどし書いていただければなと思います。ぜひ楽しんでいただければと思います。はい。いつもね、ハイプでの応援、チャンネル登録、そして、高評価、熱いコメント、本当にありがとうございます。おかげさまで、ハイプでの応援のおかげさまでですね、YouTube の方で、いろんなね、私の動画の方が、いろんなところで表示されるようになりまして、おそらくね、新規で見た方も、そうそう、この動画で見たんだよね、なんていう方もね、非常に多くなってきてるみたいな、印象もあって、非常にね、YouTube 側からもいいチャンネルとして評価され始めていますので、本当にね、皆様からのコメントへの熱い応援だったりとか、高評価だったりとか、ハイプの応援というものが実際にこの YouTube の方で評価され始めているっていうところで、本当にね、感謝しております。ありがとうございます。引き続きね、皆様からの熱いコメント、そして、高評価、チャンネル登録、そして、ハイプでの応援、引き続きよろしくお願いいたします。もう本当ね、コメントの方は、本当に、なんかもう本当に一言でもね、全然入れていただくだけでも、それが応援につながりますので、ぜひね、一言コメントでも、もう全然構いませんので、それが、もう YouTube の応援として、認知されるっていうところになりますので、ぜひ、そんな形でも結構でございますので、一つね、コメントいただけたら非常に嬉しいなと思っております。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。